現在はハラスメントの問題が広く世間に認知されています。そうですよね。私が大学生の頃に初めて性的なことで嫌がらせをするセクシャルハラスメント、セクハラが認識され始めました。セクシャルハラスメント、性的嫌がらせは1989年の新語・流行語大賞になっていますね。次に職場や部活の上下関係を背景にした嫌がらせのパワハラ、パワーハラスメントが認知されるようになりました。パワーハラスメント防止措置が2022年4月から全ての事業主に義務化されました。次にモラハラ、モラルハラスメントが認知されるようになりました。モラハラのモラルとは道徳規範と精神の2つの意味があり、モラルハラスメントはモラル、道徳規範に反した精神的な嫌がらせという意味ですよね。私はモラハラのことを道徳や正論っぽい理屈を振りかざすことで嫌がらせとなっていることだと理解していました。でもそれはモラハラの核心をついた表現だと思いますよ。ということで今回の心の窓はハラスメントとは何かについてお話ししていきます。よろしくお付き合いください。さっきもお話ししたように、この35年でセクハラ、パワハラ、モラハラをはじめ、様々なハラスメントに名称が付けられたことで、人々に問題として認識されるようになりました。大学のような教育機関でのアカハラ、アカデミックハラスメントの被害の実例も出てきましたし、結婚・出産や育児休暇などに関して職場などで不当な扱いを受けたり嫌がらせをされるマタハラ、マタニティハラスメントもあります。男性が育休を取ろうとした際に嫌がらせを受けるのはパタハラ、パタニティハラスメントというそうですよ。カスハラ、カスタマーハラスメントには毅然とした応対をしますと宣言する企業が出てきたことで話題になりましたが、もっと前から問題化していたクレーマーの行為がハラスメントとして認知されたと言えるでしょう。子供が通う学校の教職員に度を越した要求をする親、モンスターペアレントの行為もこれに含まれますよね。お酒を飲めない人に無理強いしたりするアルコールハラスメントもありますね。私はずっとお酒が嫌いなので宴会で断るのに苦労してきましたが、最近は認知されたのか緩くなってきて嬉しいです。不快な匂いで周囲に迷惑をかけることもスメルハラスメントと呼ばれるようになりました。スメハラは公害とも言われるそうです。私はタバコの匂いが嫌いなので、喫煙者と一緒の会合では随分我慢してきました。健康増進法によって受動喫煙防止対策が推進されていますが、匂いが染みついた喫煙者の車に乗せられるのも苦痛です。また、香水の強烈な匂いに迷惑することもあります。体臭を理由に被害やいじめを受けるのもスメハラになりますね。匂いの好き嫌いは個人差もあるので難しいですよね。最近のネットニュースでフキハラの記事を見かけました。それはどういうハラスメントですか？自分が不機嫌であることを口調や態度に出し、周囲に不快感や威圧感を与える迷惑行為です。不機嫌ハラスメントですね。当チャンネルの私の受けたカウンセリングで紹介していますが、不機嫌な態度を示し続けるのはモラハラをしている人の典型的な振る舞いです。また、ハラハラというのが出てきました。何ですかそれは？例えば上司が部下に正当な指導や注意をしたときに、部下が上司にそれはハラスメントですよねと主張して上司を困らせるようなことです。クレーマーに近いですよね。ハラスメントの種類はこのように数え上げたらキリがありません。私が大学に入った頃にはハラスメントという言葉は全く聞かなかったのに、名前がついたことで認識しやすくなりました。その結果、この35年間で様々なハラスメントに苦しむ人がいるということが意識されるようになり、法律で禁止されるようにもなりました。世の中が大きく変わりましたね。たくさんのハラスメントが上がりましたが、それらに共通することは何でしょう？たとえハラスメントをしている方は気づいていなくても、
された方はとても嫌な思いをしているんじゃないですか？そうですよね。ハラスメントをする側をハラッサー、される側をハラッシーと呼ぶのですが、ハラッサーとハラッシーは対等ではありません。なぜならハラッサーはハラッシーをディスカウントしているのですから。ディスカウント？相手の値打ちを下げる行為です。そこでハラッサーは優越感を得ることができますよね。ハラッシーはハラッサーが怒りをぶつける的になったり、鬱憤を晴らすための道具にされています。ハラスメントとは関係性の中で起こっていた衝動の吐き出し行為なのですね。同時に他人を道具として扱う行為でもあります。多くの場合、ハラッシーはハラッサーに対して言い返せないでいます。親と子、上司と部下、先輩と後輩、教師と生徒、その関係から抜けられない状況もありますよね。でもハラスメントが続いたらハラッシーにはストレスが溜まっていきますよね。その結果、うつになるなど精神的・肉体的な病気を発症する例も多いです。自殺や殺人事件へとつながる事例もニュースで見聞きしますよね。また、ハラッシーがハラッサーに変わるということもあります。いじめられっ子がいじめっ子に変わることもありますものね。そういうのをハラッシー・ハラッサーと呼びます。いずれにせよ、ハラスメントを放置したままでは人生や職場が破綻することにもなりかねません。どうしたらハラスメントを止められるのでしょうか？そのためにはなぜハラスメントが起こるのか、その心理を理解する必要がありますので、別の動画で解説したいと思います。このチャンネルではハラスメントの世界を離れ、自立の姿勢で生きる方法をお話ししていきます。自立の姿勢とは、他人や自分を責めるのではなく、自分自身と向き合い、様々な気づきを経て、自分の本当の気持ちとつながって生きるようになることです。自立に関心を持たれた方は、これからもこのチャンネルをご覧いただきたいと思います。本日のお話は以上です。ご視聴ありがとうございました。